メリークリスマス。こんにちは、木下ゆうかです。今日はね、皆さんクリスマスですね。皆さんどんなクリスマスをお過ごしですか？木下さん、撮影日はクリスマスではないんですけど、ぼっちが濃厚ですね。ぼっちクリスマスです。でも、私には可愛い猫たちがいるので、ぼっちじゃないんですけどね。メルちゃんもクリスマスのサンタさんの格好をしてます。私もクリスマス仕様です。ねえ、メルちゃん、お揃いだね。はい。で、今日はね、何をしようかっていうとですね、質問コーナーです。イエーイ。超久しぶりの質問コーナーです。実は質問募集がね、したのがね、9月でした。すいませんでした。遅くなって。質問くださった皆さん、本当にありがとうございます。でね、質問に答えながら今日は食べようと思ってるのが、じゃーん！ケーキです。これ実はですね、視聴者さんのタイラーちゃんっていう方からいただきました。ありがとうございます。いただきまーす。これね、メリークリスマス。私はね、一番好きなのはこのいちごショートなんよ。いちごの生クリームのケーキが一番好き。これ冷蔵庫に入れとったのに、まあちょっと凍ってる。まあいいや。いただきます。美味しい。いやー、クリスマスですね。やっぱりケーキを食べるとクリスマスって気がしますね。ちょっと下の方が凍ってますね。5時間で冷蔵庫って書いとったんやけどね。まあ質問にね、答えながらね、溶かしつつ食べたいと思います。ロンメルスーミーの名前の由来が知りたいです。これはですね、ロンとメルは見た目です。最初ロンとメルを見た時のインスピレーションです。ロンを見た時に、お前はロンだ。で、メルを見た時に、君はメルだっていう感じですね。で、スーミーだけね、何にも思い浮かばなかったんですよ。ちょっとなんか変わった名前をやっぱり私つけたいなと思ったら、スーミーは多分なんかインスピレーションが普通に湧きすぎるのかもしれない。なんか特徴がありすぎて。白とかさ。でもなんかそれつけやすいやつをつけたくなくって、好きなものの名前にしようと思って、で私何が好きかって言ったらそのレオレオニっていう人の絵本がね、何でも好きなんやけど、その中のスイミーっていう名前にしよっかなと思っとって、で、最初スイミーって呼ぼったんやけど、なんかね、若干呼びにくくってね、スイミーに漢字つけようと思っとって、それをね、知り合いの人にね、なんて漢字がいいですかねって言ったら、いろいろね、出してくれたんやけど、スイミーのっていう漢字をね、このスイミーっていう字は、サクサクのお菓子みたいな、なんとなくそんな感じのイメージの漢字だよって教えてもらえて、そうなんや、じゃあこれにしようと思って、で、これを中国読みにすると、スーミーですよって言われて、スーミーの方が呼びやすいなと思って、それで、スーミーになりました。次、昔から大食いでしたか？これもよく聞かれます。実はね、私ね、昔はね、自分が大食いって気づいてなかったです。っていうのもですね、私ね、昔お腹いっぱいになったことがなかったんですよ。みんなこの感覚で生きてるんだろうなと思っとって、お腹いっぱいになってない状態ね。お腹いっぱいにはなったことがなかったんやけど、別に満足は結構普通にできるんよ。一人前とかで。で、満足してからお腹いっぱいか苦しくなるまでが長いっていう感じで、苦しくなるまで食べたことがなかったんよね、昔は。で、ちょっと自分のお金でご飯とか食べれるようになった時に、バイキングに行ったんよ。で、そこで友達はさ、最初の30分とかで食べるのやめるんやけど、私ずーっとこのバイキングの時間中食べ続けよったけ。それでもまだまだ食べれるのは苦しくはないなと思っとったんやけど。で、その時に、普通よりは食べるんだってそこで気づいたんよ。でも、その時もまだ大食いとかテレビに出るほどではないって思っとったんよ。で、ある時自分が住んでるところの近くで、大食い王決定戦っていう大食いのテレビ番組の地方予選がね、あったんよ。で、なんかその地方予選に、もう結構食べるし、なんとなく出てみようかな、みたいな感じで遊びに行く感じで行ったら、そこでぶっちぎりで1位みたいな感じで、で、そこから私ってこうやって人よりめっちゃ食べてみんなに披露するぐらいの大食いなんだーって気づいたって感じです。じゃあ次、カラコン何使ってますか？めっちゃ人見綺麗で。ありがとうございます。カラコンはね、今使ってるやつは、これです。なんだろうね、バーニスみたいなやつなんやけど、なんか、
が通販で買えるカラコンで、それのグラシアブラウンってやつです。で次、どれも美味しいけど一番を食べるなら、お肉で一番好きな種類は牛、豚、鶏と部位はありますか？スーパーで買えるならゆうかちゃんの一番を料理にして食べます。珍しく来て記憶に残るお肉もあれば教えてください。私はエジプト料理屋さんで食べたラクダのお肉が印象的。へー、私もラクダのお肉食べてみたい。食べたことないんです。牛、豚、鶏で一番好きな種類。でも一番好きって難しいですよね。なんかさ、牛には牛のいいところ、豚には豚のいいところ、鳥には鳥のいいところがあるじゃないですか。でさ、私の中で豚と鶏は安い値段でも美味しいものを食べれる。牛は安い値段だとあんまり美味しくないけど、高いお金出すと美味しいお肉みたいなイメージなんよ。で、まあだから財源がいくらでもあって牛、豚、鶏選べって言ったら牛かな。和牛が好きです。だからスーパーでは和牛を買ってください。珍しくて記憶に残るお肉もあれば教えてください。なんだろう、珍しくはないと思うんだけど、私生肉が好きです。ユッケとか生レバー、今は韓国とかでしか食べれんと思うんやけどが好きかな。まあ珍しくはないかもしれんけど、刺身全部ぐらいの大食いと焼肉全部ぐらいの大食いだったらどちらを大食いしてみたいですか？全部類です。ありがとう間違えました。全部いいです。お刺身と焼肉の全部いい。お刺身かな。焼肉はさ、脂が乗ったお肉が好きなんよ。お刺身と焼肉どっちが好きかって言われたら焼肉のが好きなんやけど、でも焼肉の中でも脂が乗ってて柔らかいお肉が好きなんよ。でもお刺身ってさ、大体のお刺身はさ、柔らかくてさ、美味しいから、全部はどれかってやったらお刺身かな。今年買って一番上がったものは何ですか？庶民目線じゃなく、超高級品でもいいので聞いてみたいんです。今年買って一番上がったもの、これあれですね。ハイブランドのカバンですね。グッチのダイアナっていうなんかバンブーの取っ手のところのカバンをね買ったんですけど、今も毎日ダイアナちゃん可愛いねって言いながらそのカバンを使ってます。で、これも生地がね、あれです。オーストリッチです。これは値段はですね、100万超えしました。はい。だからちょっと使うのに緊張します。ゆうかちゃんが一番好きなお酒&おつまみの組み合わせが知りたいです。一番好きなお酒の組み合わせだよね。味が何が好きかと言われたら私日本酒とワインが好きなんですけど、組み合わせで言ったらビールと韓国チキンとかじゃないかな。ビールとジャンクなもの食べるのが好きです。ケーキも好きです。マックのバーガーで何が一番好きですか？定番も今までの期間限定も含めて。てりたまだから春になると嬉しいですね。照り焼きバーガーが私好きなんよ。それに卵も大好きで、組み合わせが最高。毎月の食費がいくらなのか知りたいです。これはですね、私、計算したことありません、食費は。食って私の中で削るものじゃないよね、絶対に。なんか買い物に行って、これちょっと高いなとか、その日の気分で高いなって思う日もあれば、同じ値段でも今日はこれがどうしても食べたいなと思うと食べるし、っていう感じ。だから食費は計算したことないので、わからないです。まあ、でも100万円ぐらいいってるかもしれないですね。わかんないけど。いってないか？いってるかな？テレビチャンピオンがゆうかちゃんの初見で一目惚れ。好きな人は私より大食いな人以外でこんな人なら付き合ってもいいかもっていう人がいたら教えてください。その前に好きな人は私より大食いな人じゃないです。これ多分なんか番組でタイプがなかったよ、もともと。で、ないんだよねみたいなこと言ってたら、こう言ったらいいんじゃないみたいな感じで、なんとなく私もこだわりなかったら、じゃあそうかなみたいな感じで言ったやつですね。でも、私より大食いな人が好きなわけじゃないけど、食が好きな人がいいね、絶対。やっぱり一緒にいろんなものを食べに行くのはしたいから、大食いのさ、あれは私が担うんよ。だから食が好きなっていうのは絶対条件としてあるけど、大食いになる必要はないです。だって私ができるから。逆に大食いな人の方が嫌かも。なんか、もうちょっとこれ食べたかったなってやつは、あっちももうちょっと食べたいなって思ってるから、ね、ちょっと遠慮しちゃうじゃん。あとは、自分の今やってる仕事とかが好きな人がいいんですね。自分の好きなことをやってる人がいいってことです。10年前の自分にもし会うことができたら、何と声かけますか？ 10 年前って言うと、28歳だよね。もう YouTube も始めてるし、なんだろうな、もうちょっと、
恋愛とかしたかななんか私マジで恋愛したいのに努力をせんのんよ。漫画とかは好きだよ。恋愛漫画とか見てキュンキュンするんやけど、でも実際自分がそういう行動を移すかって言ったら移さんから、だから憧れはあるのにやってないことで、38歳まで来てしまったから、ちょっと20代のうちにやっといた方がいいかもよっていう感じかな。逆に10年後の自分になんて言ってあげたいか。ないな、別に。うん。年下男性と年上男性どちらがタイプですか？どっちかっていうと、年上かな。でも私年齢はマジで関係ないです。だから年上っていうのも精神年齢が年上な人の方がいい。私がなんかアホな感じやから、相手の人もさ、そのアホな感じやとさ、ちょっと方向がやばいことになるから、ちょっと私を斜め役が必要だから年上がいいですね。でも、実際実年齢はマジでどっちでもいい。中身が年上っぽい人がいいです。で、もう一個の質問が、年下男子変えますかっていう質問が来てたんですけども、どんな質問って感じないけど、年下男子変えません。人間は自分の力で生きてください。私は変えるのは猫と犬とか動物だけです。はい、質問コーナーはこれで終わりです。で、ケーキがちょっと、溶けてないです。なので、冷蔵庫でもう一回溶かして食べると思います。食べようと思います。うん。でもちょっと、溶けてるとこだけでも食べようかな。シャリって言うもんね。うん。うん。こんな中までイチゴがびっちり入っとって、めちゃくちゃこのケーキ美味しい。皆さん、質問たくさんありがとうございました。また質問コーナーやりたいと思いますので、質問ある方はぜひぜひ質問してください。じゃあ皆さん、今日は楽しいクリスマスをお過ごしください。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。私にやってほしいことや食べてほしいものがあったらコメント欄などで教えてください。で、明日も世界中のみんなが美味しいものを食べて幸せに過ごせますように。レッツイート&スマイル。バイバーイ。